僕は特攻隊の生まれ変わり、そう語る人物がテレビに出演し各地で講演を開いています。しかし、その発言は歴史的な事実と大きく食い違っていました。実際に特攻出撃を命じられた元特攻隊員は、その内容を聞いて、怒りと悲しみを語りました。この動画では、当時の隊員本人の証言から、その矛盾と真実を明らかにします。特攻隊を飯の種にしたんだね。とんでもねえな。自分たちがしかしなんかこう良心的に悪いなとは思わんだろうか。現代を生きる特攻隊少々の生まれ変わり。僕は神風特別攻撃隊攻撃に知らんから沖縄へ、向かって飛んだ。突然、10歳の息子が話し始めた。神風は海軍ですね。海軍だから、知らんは陸軍だけです。で、神風はっていう、大体神風っていうのは海軍が神ですね。神部っていうのは、陸軍の方です。で、神風は知らんからは出てません。南方の方からとか、台湾とか、それからなんていうんですか、鹿屋とか、ああいうところからだったら、神風というのが出てますけどですね。僕は、特攻隊に20新聞の穴沢敏夫だったよ。そこは、守るために。そりゃないでしょうね。海軍と陸軍とごちゃ混ぜになってますからですね。でも一般の人はもう神風って言ったら特攻隊。神部隊という名前あんまり知らないんですよね。で、特攻隊って言ったらやっぱり神風っていうイメージが強いから、こういうふうな文章になったんじゃないですか。生まれ変わりっていうことですか。なんか読んだことありますですね。陸軍少尉やったですかね、あの方。生まれ変わり。だからこの人はあんまり詳しく知らないんじゃないですか。もう特攻隊といえば全部神風になるっていうふうなですね。まあ世の中がそういうふうに、特攻隊でみんな神風っていうようなイメージで話してるから、戦後の方はみんなそう思ってるんじゃないですかね。これ何のためにこういうふうな、あれ、出してるんですかね、これ。ほー。その写真も使ってるわけですか。そもそもその
何の、ためにこういうふうな、あれやってるんですかね。講演をどこでやってるんですか？福井県ですね。うーん。そもそも生まれ変わりっていうのは、私はどうも埋蔵はもんだと思うんですけどね。初めて聞きました。へえ、へえ。ちょっとおかしいですね、それは。全然思いません。それはもう、あれだけの特攻に人数出たんですけれども、やっぱり1000人行ったら1000通りの考え方があったと思うんですよ。で、全部が全部お国のために、天皇陛下のためにっていう考えじゃないと私は思います。それを本音で、公正のために、公正のためにっていうか、あの、戦後の人のために、知らない人のために、本当のことを、本当のことっていうか、表と裏という例えで私は話してるんですけども、表のことは、立派に出ますですね。チラにでも、立ち洗いにでもですね。でも裏のことは一つも出てませんからですね。私は、本当のこと、裏のことを話したい、人に話したいと、その気持ちだったんです。で、実は、佐賀にも特攻に出たのが、ありまして、それと意見がいつも、なんていうんですか、その話になったら、もう、喧嘩になりますですね。で、彼は特攻に2、3回出てますから、お前、卑怯かぞって、それが言うんですよ。じゃ俺は卑怯じゃない。本当のことをただ、全部とは言わんけども、裏のことを、本当のことを、ただ、後世の人に話したいというだけのことで。そういうことで、彼は特攻に出ました。私は、とうとう出なかったんですけど、それで、これが生きてるうちはちょっと本当のこと言えんなとは思ったんですけど、彼が亡くなったんですから、亡くなったから、私はもう、彼亡くなったから、何でもかんでも裏のことを喋っていいなと思って、言うようになりました。それで、100人出て、50人が、お国のためにと、あとの50人は、いや、死にたくないな、と思う。50対50じゃなくて、10対90ぐらいだろうと、もっと開きがあるんだろうと思うんですけどですね。少なくとも私が同期生で、2回目の、命令を待ってる間に話したことは、やっぱり死にたくねえな。今まで俺たちは戦闘機の訓練で散々やってきたのに、たった一発で成功するかしないかので、行くなんて、ちょっとどう考えても
俺は弾けるって、もう、他のやつは、やっぱりそれや、死にたくねえな。もうこの命令が来たらもういよいよさらばだ。で、こう、もう年中、そうさ、私の肩叩いて、おい、鳥や、死にたくねえな、と言ってましたけどですね。それが本音ですよ。はい。おかしいですね。うん。ちょっとおかしいです。こんなこと、まあお金を取ってはなくて、まあ自分たちのグループでこういうふうなことを話すんだぐらいだったら許されるんですけれども、テレビに出たり、お金を取ったりっていうのはもう、どう考えても、ね、それこそ特攻に出た人に対しての侮辱になるんじゃないかな。そうですね。うん、金くれなんて、ちょっと考えられないですけどね、私。うん、そうですね。私もこの話初めて聞きました。ただびっくりしてますけどですね。本当かなと思ってるんですけども。この人は、自分の名前も住所もはっきり出してるんですか？うん。大東は、戦争ですね。大東は、共栄圏、大東は共栄圏っていう、一つのその大きな、あれ、名前だったですよね。そうですね。じゃないです。太平洋戦争、太平洋戦争、まあ、戦後はそういうことを、言葉聞きますけどですね。戦時中はそんな言葉聞きませんでしたね。20、新部隊。じゃあ、初め頃行ったんですね。そして、一式線で行ってるんでしょ。やっぱり初め頃がそうです。もう中頃になったら97線になりまして。それから錦丹沢高等練習機になりました。だんだん飛行機が質が落ちていったんですけどですね。うん、よくもまあこんな出せるもんですよね。生まれ変わりってね、ちょっと私たちには考えられないですけどね。うん、うん、
そういう人もいるんだな。これを飯の種にしたんだね。とんでもねえな。自分たちがしかし、なんかこう、良心的に悪いなとは思わんだろうか。うん、初めて聞きましたよね。こんなことがあるのかな。こんなことをする人がいるのかで、想像もしなかったですね、私は。その通りですよ。今の人は、若い人は、特攻隊といえば、神風しか知らないですよね。深部隊というのは知らないんですよ。だから私は、そういう時には、神風は、海軍ですよ。陸軍は深部ですよって、そのたんびに説明するんですけどですね。それから特攻はさっき言ったように、四式戦でも最初出ましたですもんね。もうそれはわずかですよね。四式戦で出て、二式三式は出なくて、はやぶさの一式戦が出て、もう一式戦がなくなったら今度は、救難戦を、内地から朝鮮、満州にある飛行機を全部かき集めて、特攻に出して、それでも足らなくて、今度は、もう錦、短座高等練習機になったんですけれども、それでも出撃してるんですよ。私が知ってるのは、二つの特攻が出ましたですね。で、他にも多分出てるでしょう。そういうふうで、それから、一戦で出たのは、足が、はやぶさは足が弱いからですね、整地した整地した飛行場からしか離着できないんですね。っていうのは、万世なんか、もう、砂地みたいなところだから。で、あそこ万世から出るのは、襲撃機の部隊だけが出てますですね。そういうふうな、あれですね。で、海軍の方はあんまり私知らないんですが、ね、海軍もですね、それから海軍で一番最初、特攻に出た、石隊、ね、この人が、遺書やないけども、新聞記者に話した言葉がよく、記事に出ましてですね。ね、今でもはっきり覚えてますけども、自分は天皇陛下のためとか、日本国民のためとかで、死ぬんじゃないと。
自分のその嫁さん、海軍の言葉では、なんとかって言うですね。なんてこと言うんですよ。のために、自分の嫁さんのために死ぬんだと。その言葉が有名だったから、よく出ましたですね。特攻隊で一番最初頃出た人は、出た石隊ってやっぱり、ねえ、そんな思いで死んだんだなと思ってますですね。最初頃は特攻も、それだけの戦果上げたんですけども、もう、後からっていうか、そのちょっと後からもう何ヶ月かのうちにはもう、アメリカも相当、なんていうか、攻撃方法を変えてですね、だから、日本も最初頃は、援護機がついていったんですよ。ところがもう援護機もついていかなくなってしまって、もう戦果はゼロですね。で、本当か嘘かは私もわからないですけども、アメリカの、沖縄が陥落するちょっと前ぐらいは、アメリカの方は、日本が、チランとか、特攻機が何機出るか、何機出撃するか、こっちに出撃して飛んでくるか、ということがもう無線で分かってたらしいんですよね。それで、待ち構えてるから、100% 落とされるんですよ。だから戦果はない、テレビなんか、で、日本の飛行機がバーンとこう突っ込んでる写真がありますけども、あれは一番最初頃の戦火の、なんていうか、とにかく一番最初頃、まだ、なんていうかな、アメリカがそれに対抗してない頃の写真でやって、後からはもう20機出たら20機とも落とされるというようなですね。それで、たまたま私たちの隊長が言ってたんですけども、1機でもいい、2機でもいいから、生き残ったら、もうどんな戦法でもいいから、もう戦法は大体いつも決まってましたけどですね、どんな戦法でもいいから、とにかく突っ込めと。それは向こうが待ち構えてるから、こっちが20機で飛んでいったら、向こうは30機か40機で来る。それで 100% 落とされるけども、たまたまそこに雲があると。雲の中に逃げると。それが、1機か2機か、生き残った場合、目的地に行けと。そして、ぶつかる前までは、目を閉じるなっていうことだったんですね。目を開けたまんま突っ込めということを言われてました。だから、もう、私たちも多分、途中で落とされるなとは思ってたんですよ。その覚悟で飛んでいかないかんなと思ってましたけどですね。運の良かった人は目的地まで無傷で飛んでいって、で、鉄管にぶつかるか、途中で落とされる、ね、途中でっていうか、ぶつからんで、もう海に墜落するかっていうことですね。
まあ、空母の周囲にはたくさんの、戦艦、巡洋艦、護衛艦がで、それがもう、飛んできた飛行機に対して、全部の船からバーッと弾を撃ってくるんですね。だから雨が逆さまに降ったみたいに、当たらないわけはないんですよ。だから、途中で空中分解したり、羽があれとして海に落ちてしまうんですね。そういうことですから、やっぱり、戦後そういうふうな写真を見たんですけども、戦時中でも私たちは、目的地まではとても行けずだとは思ってましたですね。いや、ちょっと初めて聞きました。本当ですかこれ。考えられないですよね。ええ、こんな人もいるんだな。とね、考えられ初めて聞きましたけども、こんなのがね。テレビが放送し、講演会を開催し、人々が信じた生まれ変わり。真実を知る陸軍特別攻撃隊だった一人の日本人の声。どちらの言葉に耳を傾けるべきか。それは、今を生きる私たちに託された問いなのかもしれません。あなたの声が、この問題を見過ごさせない力になります。ぜひコメントを残してください。